皆さん、こんにちは。こんばんは。こんばんは。新井さんはえこんにちはですよね。そうですね。今、僕はロンドンから参加しております。すごいなんか視聴者数めっちゃ増えてます。3300人。おーなんでみんな見てるいや、日本だけとは限らないんじゃないですか。そうっすね。ヨーロッパのでも今でもこのストリーミング始まったのに反応してバッと増えたところですか。というわけでいろいろこう僕らの衛星について話をしてくれてますけど、今までの衛星のいろんな問題点を解決して、より良くなってると思いますけど、前回打ち上げてるストリックス1ともう設計から何から大体一緒のもので打ち上げていって、そうですね、まあ、そこでいろいろこう学んできたところをこう運用に生かして、よりこうデータ生成増やしていってもうよりこうサービス重視のいろんな取り組みをやっていきましょう。この前の能登半島の震災の時のデータ提供出てますね。そうですね、やっぱり衛星の数が出てくるとああいうところで使えると思うんで、タイミング早くガンガン上げていきたいですね。震災の時にももっと素早く反応できるかなって感じしましたね。T-20 分の OK が出てる。T-12 分のホールドも行われなかったということで、GO ですね。5ですか。よかったです。よかったですね。今回ちょっとなんか若干時間遅れてたんで、ドキドキしながらでした。さっきの続きで、衛星の状況を。前と同じ衛星上げますっていうことで、今回あんまり特にそれ以上のコメントはないです。どっちかというとあれですね、やっぱ運用とかそのデータ処理とか、サービスのこう提供とかっていうところに、どちらかというとこう重きが置かれ始めているところだと思うので、ちゃんとこう事業としてきちんと進めていくっていう位置づけの衛星ですね。そうですね。よりこうちょうど創業してほぼ5年で4期目ということで、いろいろ過去の衛星の問題点とかも反映されて、より良い衛星になってるんじゃないかなと期待してますけどね。そういうあれですよ、6年ですよ、6年。2018年2月です。6年でしたですね。はい。時は経つの早いものですよ。今回の出張の一番最初はサウジアラビアからスタートしてるんで、僕もヒゲ仕様になってるわけですよ。創業期には、特にヒゲに白髪も混じっていなかったのに、今はもう、ちょっとこう、白髪も生えてきてます。頭まだ黒だから、まだ余裕ありますよ。結局僕まで一回も見てないんですよね、打ち上げ。今回いけるかなと思ったんですけど、出張入っちゃって今回行っても真夜中だから、一瞬ですね、見れてもね。前、パリのGSTC で、恒例のアイサイドラファルとか、当時もカペラのパイムとかとみんなでパネルディスカッションやって、待ち時間にみんなでいろいろ話したんですけど、結局、誰もロケットの打ち上げ一回も見に行ったことがないっていう。コロナのね、期間中もちょっと挟んでたっていうのがあるんですけど、誰も見たことないんだよね。いつか見れるといいよね。これから先、たくさん上がるんで、そうですね。見てもらうでしょう。今回もあれですよね、これ今日うまくいけば、この後のカンファレンスで、なんかこう、偉そうな顔して喋れますよね。そうですね、そうな顔喋るんですけど、どうせそれで振る舞われる日本酒を飲みに来るだけじゃないですか。うちのなんか打ち上げとかって、なんかリアルタイムで見るうんぬんとかっていうより、とりあえずなんかセレブレーションなんかやるのかな。日本酒出すって言ったら、じゃあ行くわ。何時からってお前それで何時からだって聞いてる時点でもう酒飲むのがメインになってるだろうって。ライブ配信見ろよみたいな話だったんですよ。今何分前でしたっけ？時間が出るの？10分前になりました。僕はいつもこれぐらいになるとなんかちょっとやっぱり緊張してきますね。さすがロケットを作る側の視点ですもんね。このYouTube の動画もずっとこう回数を重ねていって、いずれ浅田さんのそのロケット講座みたいなやつにも組み込まれていく YouTube チャンネルになると思いますけど、次世代の若者たちのために。ちょっとYouTuber として。我々のストリックスの話だけじゃなくて、他の話を交えながらってことにしたくて。そうですね、打ち上げのたびに毎回いろんなレクチャーしてないといけないかもしれない。皆さん、忙しいです。そもそも打ち上げが結構伸びて、でそれの原因になったのが、去年、ロケットラボを失敗しちゃったって言ってました。
そうですね、去年のあれってですね。原因のところってどういうところだったんでしょうか。2段のポンプを回すための、電池パックから放電したということで、そこでショートが起きて、電源が落ちてしまったということですね。普通のロケットはターボポンプがついてて、タービンを自分の推進薬でタービン回して、それで推進薬を加圧するんですけど、このエレクトロンは電動ポンプを使ってて、もう世界で唯一ですね。1段も2段も電動ポンプを使っている。それがために、かなり高電圧のバッテリーを搭載してるんです。でこれは非常に面白いアイデアで、エンジンのシステムがすごいシンプルになるというところで良い点はあるんですが、電池をたくさん搭載しなきゃいけないと。でその電池が高電圧だということで、特に2段の場合は真空中で、スパーク起きて、それでショートしてしまったという形ですね。今回それですから、そういうスパーク起きないように、いろんなカバーだとか配線だとかをいろいろ見直したみたいです。電池を搭載しているので、面白いことが起きてて、2段には3つ電池のパックがあるんですけど、途中ですでにいらなくなった電池を捨てていくんですね。で、軽くしていく。これは面白い技術ですね。それからもう一つ、電池を使ったことでのメリットとしては、電池がどんどん今、高性能化していってるので、例えば電気自動車の会で、リチウムイオン電池がどんどん軽量化していってる。そうすると、エレクトロンも最初の頃の電池から今、新しい電池を深いだ。そうするとですね、電池の重量が減ったんで、打ち上げ能力がガーンと上がった。重量パワー密度ってやつです。それがね、本当に効率的に打ち上げ能力が向上するというね、もう他のロケットでありえないことが起きてる。すごい。なるほど、確かに。でこれからさらに電池の能力が上がっていけば、さらに打ち上げ能力が上がってきますからね。いよいよ2分か。よし、うまくいってほしいね。視聴者数8000人いってますよ。これ、すごいですね。これ一番最初、これ、ストリーミングやった時って何人ぐらいだったんですかね、人数。どうなんでしょう。何人ぐらいだったの？私が配信した時に、同説で7600人。でも最初から7000ぐらい。そう言ったんだ。すごい。スポーツでもね、試合で7000人集めるって大変なんだよね。1分来た。もうドキドキしてきたな、やっぱり。もう4回目ですね、これも。はい。まだこれから何度もありますよ。そうですね。まとめて打ち上げとかもありますもんね、これからね。そのうちドキドキしなくなるのかな。T-20 seconds and counting. はい。もう10秒前。10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And we have liftoff. いつもこれ見るときって高さとかスピードとか出ますよ、インジケーター。何も出てませんね。何も出てないですね。普段もそうですよね。出てきた。Electron is now in the air, having successfully lifted off the pad at Launch Complex 1. Synspective's Strix 3 satellite is on its way to space. The next critical stage in Electron's flight is max Q, or maximum aerodynamic pressure. すごいね。地上から6キロの時点で時速1000キロに到達しました。Let's listen in for the call from Mission Control for when Electron clears that stage of flight. もうすぐマックス Q って言って一番荷重のでかいところを通り過ぎるんですけど、高度10キロぐらいだ。今そうですね、11。高度12キロぐらいがマックス Q かな。本当だ。過ぎましたね。
There we go. Electron has successfully passed through Max Q and at an altitude of just over 50 視聴者数も kilometers 1万人超えま on した its ね。 way to pass the carbon Max Q line で。 and enter space. The 9 sea-level Rutherford engines on the first stage are operating nominally, and we are approaching the next series of events in the mission. The first milestone after Max Q is MECO, or main engine 前の cutoff, 中の打ち上げ when なん those で、 9 もう engines ハレーション throttle 起こして down 何もわ before かんない。 shutting down completely. This そうです slows ね。 the vehicle down ここ just から a の touch before the 恒例 first and の second stages 炎が広がっ separate. ていく And そ once うで this す is ね。 complete, the second stage フェーズですよ。 space-optimized Rutherford engine ignites to take the payload and kick stage the rest of the way into これ orbit. MAX 級で一 These 番荷 three 重かか events るって happen どういう in ことなん quick ですか？ succession, so let's なんか keep an どんどん eye どん out 速くなってい listening く for the calls from の the で、 ship. G がずっと一定かかってるわけではないってことですよ。いや、今度は大気密度が下がっていくんで、はい。大気密度があと動圧が一番高くなってくるんですよね。15 seconds to あ、 staging. 動圧の話ですか？スピードなるほと大気密度の関係、それからあとは、ど。どういうことですか？風もあるんですよね、そのところにね。なるほど、なるほこれもど。じゃあ、ロケットに対して一番物理的な力がかかっなんかそういうところ、周りの環境から力がかかっているのはこのタイミングです。そう。 MECO confirmed. お分離分離です。分離おし、2段ついた。よし。 Stage 2 ignition よ confirmed. し。今ここに見えてる横に四角いのがあるのがバッテリーパックですね。 And done. And with お that, we've confirmed 右側にある seat separation 四角い塊がバッテリーパックです。 Rutherford engine on the second stage. なる At this point, as Electron has cleared most of the Earth's atmosphere, it can also jettison the fairing. 去年の打ち上げの時に、なんかうまくいかなかった原因になってたのは、1段目の方ですか？このバッテリーのところからアーク、なんていうか、放電現象が実際にこの放送で出てましたね。あ一瞬パーンと光って、その後エンジン止まっちゃったんですよ。あ、なるほど、そこまで見えてるんです。見えてました。で、この後のシーケンスにね、バッテリージェティッションって書いてるじゃないですか。ありますね。あれが2段のバッテリーをある3パックのうち1パックだけ、1パックか2パックかをもう分離しちゃうんですよね。これはプレクトのしかないイベントですね。いや、面白いのが出てるね。推進薬の温度まで出してるのよ。本当だ。トラジェクトリーはノミナルですね。YouTube の視聴者数が減少傾向。みんな打ち上げ何を見に来てるんだろうな。打ち上げの瞬間なんですかね、YouTube。そこが一番派手です。もうすぐこの右側にあるバッテリーがポロッとなくなるのが見えると思います。As I mentioned before, up next is a familiar mission milestone, the battery hot swap. This is where we take the depleted batteries powering the electric pump inside the second stage Rutherford engine and swap them out mid-flight for a fresh one to power us the rest of the way to orbit. If you watch closely, hopefully you'll catch the battery ejection and see it fall away from the stage. Keep an eye out for a silvery object on the right. 注目しましょう。バッテリーパックに。忘れた。あ、忘れた。 Hot swap ほら、今だっ successful. た。あ、そうかそうか。僕の方が今ロンドンだから若干早いです。画像が。Stage 2 propulsion holding nominal. よしよし。 Battery jettison confirmed. And there we go, successful battery hot swap. すごい勢いで燃料使うんですね。やっぱり。面白い。まあ、2段をね、1段に比べると燃焼時間長いですね。タンク小さい割には。例えば去年みたいにロケットの打ち上げ失敗しちゃった後ってロケットラボは何をしていかないといけないんですか？なんか規制対応とかも含めて。原因究明して、その対策案を作る。で、それが安全上に問題ないかだけが審査されます。ミッションがうまくいくかどうかじゃなくて、飛行安全、地上への対する安全とかが、問題ないかどうかが審査されて、それで OK だったら飛行再開になるということですね。そこはちょっと日本と違うところで、例えば H3 の場合は、例えばいろんな問題点を対策しました。その対策がミッション続行にとって有効かどうかを徹底的に委員会で問われて、それにちゃんと答えないと上げられない。ところが、ロケットの場合はその部分に関してはもう会社の責任ですよね。ミッションを続行するかどうかは FAA は関係ないし、それは知らない。
ちゃんと安全に飛行できるかどうかだけ審査される。だから問題が起きてから3ヶ月で打ち上げ再開になった。で、H3 の場合1年間止まったわけですよね。実はここにある。だから会社が、そのロケットのオーナーが自らこれでいけると判断できるかどうかがH3 とロケットラブの違いです。H3 の場合は税金使ってるから、いろいろ国の審査とか。そういうことか。そういうことですか。これが三菱重工が全て責任を持って返してるんだったら、三菱重工がいけるって言ったら別にいけるわけですよね。なんで浅尾さんの時にそれやらなかったんですか？いや、それは、ちょっとこれはオフレコになりますよ。いや、私はね、そうすべきだと会社の中で提案したんだけど、みんなに反対これくらいましたね。そんな責任取れない。そこまでリスクを負えないと。それがリスクを得ようと思ったんだけどね。ねえ、イーロン・マスクなんて最初の3回全部失敗して、それでもほとんど潰れかけて、全財産なくなりにかけてまでやったんだからね、それぐらいの覚悟でやったらどうと思ったんだけど、三菱重工なんて別にロケットいっぱい失敗したぐらいで潰れやしねえんだから。まあそうですね。これどうします？流しますこれ。MRJ で使って、潰れない会社なんだから、これじゃあ面白いから流しますよ、これ。大丈夫ですか？今、候補となっているロケット会社を考えると、可能性があるのがニュージーランドか、アメリカの、東海岸か、あとはフレンチギアナですね。ああ、いいですね、フレンチギアナ。遠いですね、でもね。フレンチギアナって南米ですもん。遠いですよ。僕一回行ったことあるけど、ちょっと日本から行くの大変。本当に大変ですね。衛星運ぶのが大変だよね、まずね。大型の衛星で何で運ぶんですか？船で運ぶんですか？いや、みんな飛行機ですよ。大型の衛星はもう。あ、そうなんですか。1トン級のやつとかでも普通に。もう1トン級どころじゃない。3トンとか4トンある衛星のアントノフでドーンと運ぶ。ああ、もう軍事用の輸送機とかがっつり行くんですね。フレンチギアナの射場は軍の基地もあるので、滑走路はものすごく長いのがあるんですよ。あ、そうなんです。3500メーターとか4000メーターの滑走路があるから、全く問題ないですね。種子島とかってそういう滑走路あるんですか？種子島はね、1500メーター。あんまりでかい衛星打ち上げる想定になってないんですよ。それからもう一つはね、そういうでっかいアントノフが降りれるような滑走路の強度になってない。で、だから本格的にH3 で外国のお客さんの外国の衛星を上げようとすると、滑走路を延長しなきゃいけないんだけど、そのロケットのためだけに滑走路を延長するって発想は日本にはないです。そうか、やっぱりじゃあ射場から結構作っていかないといけないから、いろいろやっぱり大変です。串本町とか、あと大樹町でしたっけ？大樹町は帯広空港が結構長い滑走路があって、そこは大丈夫ですね。あ、そうなんですね。串本はね、南紀白浜空港、多分短いんじゃないですかね、あそこもね。だからね、そういうやっぱ衛星の輸送とかも考えて射場を選ばないといけないんですよ。そうですね。だから、これ、種子島で上がるときは、はい、大きな衛星を運ぶときには、北九州空港とか大分空港、それから中部国際空港とかに降ろして、そこから船で運ぶしかないです。今、なんで鹿児島空港と言わなかったかというと、鹿児島空港で大きな衛星を降ろすと、そこから先、道路を使って港まで行かなきゃいけないじゃないですか。でね、大きな衛星が通れるような道路がない。つまりこう踏切だとか、電線とか、それから立体交差だとか考えたときに、港まで行けないんですよ。だから、海に面した空港、北九州、大分空港、中部国際空港、そういったところが候補になってくるんですよね。それでもあれですよね、その射場を作ってる人たちはみんな分かっていることですよ。そうでもないですか？最初から僕まで頭にあったかどうか、その初期の頃にその日本で
N1 ロケットを上げるために種子島に射場を作りましたと。その時にそんな大きな衛星が必要になるとか、そんな大きな衛星を日本で上げることまでは想像しなかったのかもしれないですね。で、さらに言うと、その頃に日本がこういう地位になるとは誰も想像しなかったと思いますよ。日本がアメリカの古びたロケットを輸入して打ち上げる頃には、アメリカはもうスペースシャトル上げてましたからね。もう雲泥の差だったわけです。もうそんなところに追いつくわけないとみんな思って、私も思ってました、その当時。ところがなんか追いついちゃったわけですよね。で、そうするとこの周りの車上とかそういう設備が追いついてないことが分かってくるわけです。なるほどです。ハードウェアやとかやっぱ大変ですね、ハードウェアは。なんかね、でかいものになればなるほど。こういうね、先を見通して土地を選べるかどうかね、偏僻なところに作るのはいいんだけど、そうするとやっぱりそういう輸送の問題とか、隊員の問題とか出てきますよね。やっぱりこう打ち上げで多くの人が行って、ある程度楽しめる場所じゃないといけなくて、偏僻だとやっぱりね、みんな困るじゃないですか。長期間滞在するのに、やっぱちゃんと飲み屋がないと困りますよね。じゃあ、とりあえず打ち上げはうまくいったぞっていうところまで、今、最後リリース残ってますけど、一旦これで第4回、浅田さんと見る、ストリクス打ち上げ、どうですか、浅田さん、4回目の打ち上げは。いや、今回も、今のところね、スムーズにいって、本当に我々はついてるなという気はしますね。はい、これがいつまでもつき続けるといいなと。はい、あとは分離、それから我々の衛星の通信確率がうまくいくことを祈って終わりたいと思います。そうですね。皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。というわけで、では、以上で終わりたいと思います。それでは、また日本でお会いしましょう。ありがとうございます。